どうもこんにちは。こんにちは。今日は国立にある中古靴の販売店シューホリックさんにお邪魔してます。以前もお邪魔したんですが、またやってきました。井上さんよろしくお願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。やっぱりこの空間、靴好きとしてはめちゃくちゃテンション上がります。ありがとうございます。バーッとこう見させてもらったんですけど、もう気になる靴がいっぱいあって、全部は紹介しきれないと思うんですけど、いくつかお見せいただきたいと思います。ちょうど2年ぶりぐらいかなと思います。結構もうその時から変わってると思うのでご覧になってください。楽しみです。はい、お願いします。今何足ぐらい在庫はあるんですか？今も多分700、800ぐらいあるかなと思います。まだ出し切れていないの結構あるんですけれども。だってこれ今見えてるの全部片足だけですもんね。そうですね、はい。凄まじいですね。今お店は完全予約制になってますね。そうですね。ありがたいんですけど、ちょっとお客様が増えすぎてしまって、でちょっと一人ずつお客様にゆっくりご試着いただきたいので、ちょっとご予約制として営業しております。これはすごい絵が描いてありますけど。そうですね。これはベルルッティの靴で、タトゥーでも本当に絵を入れ墨みたいな感じで入れてる。あ、これ入れ墨なんですね。そうですね。はい。オーナー様が描いた絵をそのまま彫ってある感じですね。結構ベルルッティで昔の商品ですね。タトゥーコレクション。はい。基本的に昔だとその虎とか竜みたいのが最初期ので、これは自分が好きな絵を入れられた頃のかなとは。こちらはマキガビスポークって見た目ですけど。そうですね。こちらのマーキスさんのローファースリッポンかな、になりますね。やっぱりすごい綺麗で。綺麗ですね。はい。クラシックな王道ですね。上品ですね。めちゃくちゃ綺麗。このベベルドウエストのところのこのウエストの流れ感がすごい綺麗ですよね。はい、このやりすぎてないのに美しい。ソールのロゴも小ぶりで素敵ですよね。そうですね。これね、憧れですね、マーキス。これがジョージ・クレバリーのイギリスのブランドですね、のビスポークの靴になりますね。チゼル2で、はい、有名なブランドです。そうですね。クレバリーのチゼルってなんかこう不思議な立体感があって、そうですね。かっこいいんですよね。これパッと見た時ジョン・ロブのアシュレイっぽいなと思いました。はい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 。トゥーの形とかがそうですね。はい。この色合いもアルディランティークみたいな。そうですね。こういう色の靴は作るのは気を使うんですか？いや、めちゃくちゃ気使いますね。やっぱちょっとしたことで汚れがついちゃう。この前の世界大会の靴もこんな感じの色でしたけど、すごい気使いますね。これラッタンジ製なんですね。そうですね。ブリオーニなんですけれども、ラッタンジが作ってるやつで、オーストリッチのベンティベーニャですね。革がダチョウですよね。でベンティベーニャ製法っていうラッタンジしかやってないんですかね。そうですね。おそらくもともとは違うところがやってたと思うんですけど、今でも多分作れないんじゃないかなとは思います。ウェルトを半分だけ、ウェルトじゃないか、ノルウィージャンウェルトを半分だけ折り返して半分だけ折り返さないみたいな。そうですね。ここで切り替わり点があるんですよね。これはガジアノ・ガーリングですね。そうですね。シナトラというモデルで、普通のシナトラもあるんですけれども、これは一つのレーザーなのかな。メダリオンがレーザー加工されてるっていう。めちゃなんか前衛的でかっこいいですよね。そうですね。1枚の革でできているので、さらにそれが引き立ってるかなとは。こんなに綺麗なレーザーできるんですね。レーザー加工機持ってるんで一回革やってみたんですけど、結構黒く焦げるばっかりで、よくこんな綺麗に模様いくなっていう。これは作ってからやるんですかね。それともフラットな状態で。いや、フラットじゃないとできないと思います、ね。なるほどなるほど。これ僕のお気に入りの靴。これジャコメッティのホースですよね。そうですね。このジャコメッティのローファーはすごいいいローファーなんで、ぜひお履きいただきたい。いや本当にいいですよね。はい。僕もこれ大好きで、富士257、これは254
3足ぐらい持ってたんですけど革違いで。履くと良さがすごい分かる靴で、最初足入れするのは窮屈かなと思うんですけど、足を入れちゃうとすごい指先も楽ちんそうなんで、ですよねすごい名作だと思います。で首仕立てで、そうですねソールの帰りもかなり柔らいいかくてですね、いいですよね。長く履ける靴だと思います。しかもこれってもともと黒ですよね多分。そうですね。結構色抜けがこの革するんで、グレーっぽい茶色っぽい感じになってるのがまた好きそうですね。大好きですこの手縫いのモカのこのうねうね感とかもねたまんないですよねこれ。ジャコメッティすごい靴多いかなと思います。ドンピシャですね。ドンピシャですね僕もです。あ本当ですか、ローファーだったら今ここ一番好き。これはビスフォークですね。そうですね。これはマクスウェルというブランドのビスポークの靴ですね。もうイギリスで今はマックスウェル名義はあるけどなんか微妙な感じですよね。そうですね。結構イギリスのブランドは最古なのかな、すごい古いブランドなんですけど、その後フォスターさん傘下に入って、そうですね、で今フォスターの方がちょっと今どうなのかみたいな実質どうなってるかわからないんですけど、でもこれはすごいデザインもそうで綺麗ですすし、ね、結構昔の靴だと思うんですけど、今見ても新鮮な感じしますね。確かに、あと革がいいと思います。確かにね。なんか一見ガラスかと思うぐらいのね、光沢感ありますし、ほぼ新品に近いですね。そうですね。6、70年代ぐらいかなと思うんですけど。すげえ。しかもなんかここにアーチサポートみたいなのがあって、なんか革でくるまれてるんですね。こういうローファーは作るのはやっぱり難しいんですか？やっぱフィッティングがやっぱ履き口が割りやすいっていうのと、ここの押さえ具合と甲の抜け具合の調整が紐靴に比べて難しいなるほどですよね。これはクロケット・ジョーンズのモールトンかと思いきやダーハムっていうモデルなんですね。そうですね。ちょっとドレッシーな感じの U チップで、面白いのがダークブラウンとおそらくウイスキーのコンビモデルですね。どっちもコードなんですね。ちょっとあれですね、オールデンっていうシガーっぽい感じもありますね、この辺。こちらの元々のバロスを意識して作っているのかなとは。こっちはジョン・ロブのバロスですね。でこれをバロスを作ってるのがこのクロケットなので、その後クロケットの方ではモールトンを作ってるので。そうですね、モールトンはここ切り替えがありるんですよね。いやこれ僕大好きですね。バロス大好きなんですよ。いいですよね。気が合いますね。このバロスのこのコンビのモデルっていうのは憧れの一つですね。昔からジョン・ロブ好きな方はこの組み合わせ大好きな方がすごい多くて、ただもうなかなか手に入らないので。そうですね。しかもこのジョン・ロブのこのクロケットの中でも古めなやつですよね。このロゴが焼き印の黒い焼き印のやつで。多分こっちのコードバンのクロケットもこういうのから焼き直してるんじゃないかなとは思います。これもジャコメッティのローファーですね。ジャコメッティ好きですね。いやパッと目についちゃうんですよね。このモカのこの陰影感が素晴らしいですね。ちょっとバーニッシュカーフみたいな、パティーヌがちょっとかかってるんですかね。そうですね。でもやっぱりこのパティーヌもすごいジャコメッティ上手で、雰囲気がアンティークの家具みたいな感じで。いや本当そうですね。しかもここの太いステッチの飾りなんかもうまいですよね。こっちのさっきのローファーもタンの部分に飾りのステッチが入ってるんですけど、こういうとこがすごく面白い。作るのは結構難しい、気を使いそうな感じですか？そうですね。一枚の革なのかな。そうですね。一枚でこのサドルと U 字を見せてるっていう。履きたい。既製靴だとなかなかすごいやっぱり作るのが大変な感じですね。そうですね。しかもジャコメッティでもローファーのモデル数かなりありますね。そうですね。いろいろと、ちょっとマニアックなこういうのもからね。それウエストのレディースですね。これはウエストンのレディースモデルだそうです。
つま先がちょっとガラスっぽい感じガラスレザーっぽい感じですかね。で、切りっぱなしなのが面白いですね、うん、トップラインとかこの辺ちょっと厚手な革そうですね、はい、こういうラインも面白い。やっぱりここの上りがすごい綺麗ですね、ウエストのこのクリンピングされたここのキュッとこうクリースみたいなのいいですよね、綺麗ですね、これエドワード・グリーンですね。のセメントなのかな、セメントっぽいですね、すごい軽快に履けるような、華奢で、コバの張り出しゼロですね。でブルーの綺麗なスウェードなんで、夏とかに爽やかに履くにはいいかなと思います。白いパンツとかね、いいですね。こういう系だとそのブラックのパテントで作られてるのが多いんですけど、確かに、ちょっとおしゃれな感じですね。ケンさん、サンクリスピーは大好きです。これ綺麗じゃない？綺麗、これはサンクリスピーですね。そうですね。この靴は既製靴でもものすごいですね。クオリティ高いですよね、立体的だし、特にヒール周りの立体感とかすごい綺麗だと。僕も一足昔持ってたんですけど、芯がすごいがっちり入ってて、そうですね。で長く入っててサポート感が結構ある、グッドイヤーなんですかね、クブなんですかね、クブかじゃないかなとは思いますね。でもなんかすごいこのコバの感じとか、フルハンドっぽいような、なんかハンドメイド感も漂ってて、そうですね。ルーマニアでしたっけ、ウエストのねこのウッドネイル普通こういうウエストってグッドイヤーとかクブだとねできないですけど、ウッドネイルにしちゃってウエスト部分を縫わないことでこういう攻め攻めのウエストが作れるっていう、これはやっぱり手で釣り込んでる感じで綺麗なフォルムが出るんですかね。手は入ってそうですけどね、全部は手じゃないかもしれないですけど、この辺のねボリューム感っていうか丸み感がすごくいいですよね、これトリッカーズのバートンです。バートンですよね、バートンでバートンなんですけど、ちょっと珍しい革を使っていて、普通のグレインよりも柔らかい、そうですね、もちもちした感じの鹿みたいな雰囲気の、ね、天然の脂肪っぽい感じですね、なのでトリッカーズだけですごい柔らかく履けるのかなと思うと、ソールがこれシングルなのかなと思うんですよね。わざとその軽快に履けるように作られてるんじゃないかな。普通ダブルですもんね。でやっぱトリッカーズでがっちり硬いっていう、これならなんだろう、気軽に履けるんじゃないか、帰りもいいと思うんですね。確かにこれいいですね。でもアンラインドではないんじゃないかな。ではないですね。相当柔らかい。そうですね、ちょっと重いのが抵抗ある方でもこれなら履きやすいんじゃないかなと思います、これは3等にのリミテッドエディションという上級ラインのやつで、はい、すごい手が込んでいる作りですね。色が綺麗っていうのもあるんですけれど、ここの部分がステッチとかではなくレベルソっていうのかな、織り込んで作ってありますね。でここがスキンステッチみたいなつまみでバンプラインが合わさって、このフェイシングのラインが裏から縫って飾り、そうですね、シャドウステッチ、キャップもレベルソー、そうですね。結構これも作るのは大変だったんじゃないかなと。このデザインをここで切り替えてってやる、このデザインをなかなか思いつかない、そうですね。このレベル差をやっぱりなかなか気を使うんじゃないかなと、しかもウエストがこれウエストこれどうなってんですかね、すごい絞ってありますし、ここの段差とかね、ヒールとウエストの段差とかもすごいついてますね。ウエストだけマッケイとかなんですかね。かもしれないですね。ソールも綺麗な青が塗ってあって、ちょっと履くのが緊張しちゃう靴かもしれないですね。これ JM ウエストの180。そうですね、定番のモデルなんですけれども、色がなかなか見ない、ちょっと浅いブルー青で、フレンチブルーみたいなそうですね。でステッチの色が少しオレンジがかってるっていうのかな、もしかしたらオーダーなのかなと思うんですけれども、これすごいおしゃれ、おしゃれですね。結構春夏とかには
そうですね、いや色合いがライニングの色ともステッチのがちょっと合ってて、うんまたそこがおしゃれかなと。こういうのはちょっと参考になりますね。あ、本当ですか。こういう色はやっぱりはいはいはい革と、ねうん糸の色って基本合わせるのがセオリーそうですなんねで、こういうあえて違う色を使うのはうんうんうんすごいそうですね。ですね。革自体の変えるそのコンビだとちょっとインパクトが強いんですけど、うんステッチだけだとちょっと変わって面白くなるかな、全体のコーディネートもしやすいと思うんで。そうですね、可愛らしい。これはイタリアのテストーニですね。そうですねの上級ラインの方になるかなと思うんですけど、すごい面白い革を使っていてですね、そうですね、ちょっと今井上さんと話したんですけど、何の革かわからないですね。イタリア系のブランドはちょっと面白い革を使っているのが多くてですねでも手の込んでる作りですね。なんかちょっと毛足の長いスエードかなと思いきや、こう光沢感がある場所があるんですよね。多分銀面を毛羽立たせてるような質感だけど、ちょっと分かんない、何の革か分かんないですね。でノルベージェーゼで、これって本当にノルベージェーゼですかね。飾りなのかな。あ、これノルベージェーゼ、これウェルト上に乗ってるんじゃない、ここがアッパーじゃないですかね。なるほどなるほど。ノルベージェーゼでアッパーつけてソールとまとめて塗ってるっていう、こういうなんかよくわからないっていうか言ったらあれですけど、ちょっとマニアックなことをよくやりますね、イタリアってこういう。でソールも薄めですもんね。これなんかよく変な不思議な組み合わせだったそうり、ですね。こうそこをこだわるみたいな、結構さっきの3トーニみたいな感じで、そうですね。面白いですよね。これはジェーム・ウェストンのシングルモンクなんですけど、革がこれがエレファント、象ですね。これエレファントなんですね。象だと今グレーとかのものが多いんですけど、多分これは染めて赤茶っていうのかな。しかもなんかこの象っていうと結構つぶつぶ感があるっていうイメージだったんですけど、これで僕パッと見分かんなかったんですよ、象っていうのが。でも確かに言われてみれば象っぽい感じ。これはジェーム・ウェストンでも旧ロゴ時代の結構昔なモデルですね。ジェーム・ウェストンって意外とその変な革使ってるの多いですよね。そうですね。面白いのがあったり。この昔シャークレザーのウエストのロジェ持ってたんですけど、多分オーダー品ですかね。多分そうなんじゃないかなと思います。でこれが一応ダブルソールっぽくなってるので、穴もそんなに2個ぐらいなのかな。本当ですね、穴が2個。特に昔のウエストは面白い素材のが多いかなと思います。面白い系の革でいうとこれはおそらくシャークですよね。そうですね、シャークですね。マヨルカ島のメルミン、はい。これは別に古くはない、割とまあ最近ではあるかなとは思います。独特なシャークのヌバックみたいな感じになってて、そうですね。この独特の柄っていうかあれが面白いですね。これ履きこなすのなかなかですよね。そうですね。履いてみたいですね。でも、逆にある程度エイジングしちゃった方が落ち着いてくるかなとは。クリームなんか入れてもいいかもしれないそうですヌバックだね。けど。そうですね。これはウエストンコンティラインですか。これもウエストンでもちょっと定番ではない面白い。これってフレッド・ペリーがやってたやつ。これじゃね、この2のシェイプからだから、そうかな。あとは多分ちょっと昔じゃないかな。ここにこう U チップっぽいラインがうっすら出てるのが、これってあえてここうっすら出してんですかね。この形は出てますもんね。ですよね。木型がこう U チップみたいになるような形になってる。あとこの外のラインのステッチとかこれ面白いですね。それでいうとちょうど岸田ワークのラインナップにこういうのあるんですよ。本当ですか。ちょっとこの丸みがいいですよね。やっぱステッチの形ですごい柔らかい雰囲気になったり。これエドワード・グリーンのブーツシャノンのコンビですね。カーフとキャンバス、そうですね、カーキ色のキャンバス、かっこいいですね。ちょっとミリタリーな雰囲気があって、エドワード・グリーンどうしてもやっぱドレスっぽいイメージがあるんですけど、こういうのも素敵で、
バブアーとかとそうですね、合いますね。絶対いけますね。うんこれは、ラルフ・ローレン。そうですねのエドワード・グリーン製のラルフ・ローレンですね。結構グリーン製のラルフはいいのが多いので、ですよねはい。ここのヒールの食い打ちがエドワード・グリーンですもんね。これ気になってるのがつま先、はい。ここ止めてあるんですね。そうですね、はい1枚なんだけど、うん途中からこのシャドウステッチが始まるっていう、うん釣り込みをしやすくするためっていうのと飾りだと思うんですけど、うん途中からあえて途中からっていうのがなんかいいですね。結構ラルフ・ローレンのエドワード・グリーンの定番モデルをちょっといじったり、うんソールを少し薄くしたりとかうんしてるのが多いので、確かにこれちょっとソール薄めな感じしますね。あとはそうですね、トップドロワーの仕様のものとか、あと専用の89ラストっていうのもあったりするので、結構面白いのが多いです。今もラルフ・ローレンのエドワード・グリーンってもうないですか？今はどうですかね。もともと私ラルフ・ローレンにいたので、あ、そうなんですね。そうです。でその時はエドワード・グリーンとかガジャーノ&ガーリングとか作ってたのがあるんですけど、今はちょっと現行だとあんまり聞かなくなったかなと。結構いいの多いんですよね。で皆さんあんま知らないから安かったりして、僕のよく車販で買ってたんですけどこれビスポークですか？そうですね。これはどちらのジョージ・クレバリー。クレバリーのでちょっと面白いデザインの。そうですね。はい。モカがこのサドルに突き刺さってるみたいな、でセンターエラスティックになってるんですね、はい、こう裏にゴムがあるスリッポン的な感じなんですかね、面白いですね。面白いですね。昔のビスポークの靴は結構さっきのマクスウェルもそうなんですけど、ちょっとこだわったデザインのが、ありますよね。これもエドワード・グリーンのローファーそうですね。で、ハーフサドルでウィングチップ、なかなか見ないデザインですね。そうですね。これも多分ビスポーク系の靴を意識してるのかなとか、さっきの靴みたいな雰囲気ありますね。確かに、といろいろやっぱりそういうエドワード・グリーンとかクロケットとかってモデルがすごいたくさんありますよね。隠れたマイナーモデルみたいな。そうですね。でちょっと穴飾りが違うとか、それだけでもありますし、あと昔は微妙にいじれたらしいんですね。あ、そうなんですか。これフランスのコルテのアルカではないですね。そうです。アルカではないかな。3アイレット。そうですね。アルカ2アイレットですね。2アイレットですね。面白いのこのスウェードのパティーヌみたいな感じですかね。もちろん僕はやったことないんですけど、スウェードこんなに綺麗にグラデーションつけられるのすごいですよね。ですね。なんかこのスムースレザーとは全然違う雰囲気出るじゃないですか、このスウェードのパティーヌ。そうですね。これすごい。これはハワイのレザーソウルさんの別注品で、ブラックとシガーのコンビの V チップだと思うんですけど、ブラックが結構色が抜けて、ブラックのコード版って色が抜けると緑がかってくるんですね。でこんなに綺麗に抜けるもんですかね。そうですね。結構これどうやったのかわからないですけど、面白いエイジングしてるなと。はい。いや普通にグリーンのコード版かと思ったぐらいグリーンですね。はい。これはそのブラックが抜けてだと思いますね。結構コード版のエイジングだとバーガンディの方が期待する方多いんですけど、それもバーガンディは面白いんですけど、ブラックもねこういうエイジングしたりするので育てがいはあるかなと思います。ホリデーのバーガンディってかなりものによっていろいろあって、ね、これバーガンディなのみたいなのってあるじゃないですか。紫っぽいのからすごい赤っぽいのから、赤もありますし、どっかに色見本であれば。これが多分最近では一番よく見るような色味ですね。紫っぽい黒っぽい、ナンバー8のダークバーガンディの色。これも同じ一応ダークバーガンディなんですけど、このぐらいやっぱり結構赤みが強いんですけど、そうですね。同じ色なんですけど、年数が経ってる具合とかにもよるとは思いますけどね、かなり同じ色では明らかにないですよね。違う色味で、それが面白さではあるかなと。品質管理としてはそこは言っちゃダメだ。そこを楽しむおおらかな気持ちですね。そのマックスのが気になりますね。
ビスポークこれやっぱりビスポーク多いですね。やっぱ目についちゃう。これフォスターの、はいはいはい、それフォスターですか。でもねこれはねあれなんだよね、こっちはマクスウェルでちょうどまあ傘下にあったっていう。なるほど、うん、これビスポーク、ですそれはね。フォスター&サンになってて、ソールがマクスウェルで、マクセルのスタンはい、プが押してある。一応まあ多分もう同じ会社傘下になったからこういう扱いなんだろうなとは思うんですけど、なんか聞いた話によると、フォスターで頼むと、うんマクスウェルのインソールか、うんフォスターのインソールか選べるみたいな。なるほどなるほど。はい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 。じゃあなんでこのソールはマクスウェルなんだって話なんですけど、これかっこいいですね、この丸みのあるラインが。ビスポーク好きな方はこれ結構手に取って見られる方多いですね。しかもシェイプもそうですね。すごい美しい。この W のところも綺麗な丸みですもんね。ですね。あとこの羽の丸みもこことここがそうですね、合ってるような感じがね。しかも革もちょっと赤みがかった。なかなか今こういう色の革ってないですよね。ないですね。アーチケリーがこういうヴィンテージっぽい革を再現しようとして作ってますけど、こういうなんかちょっと顔料チックな、そうですね、はいはい、こういう色味の革あんまりないですよね。なんていうんですかね、レンガじゃないけど、そうですね、レンガっぽい感じの、綺麗な色ですよね。昔のヴィンテージのビスポークには時々見かける。こちらもマクセルのビスポーク。そうですね、こちらも綺麗な色味でなかなか今の現行にはない、なんか絶妙な赤みとダークブラウン感が絶妙で、革質がやっぱりやばいですよね。薄くてしなやかで、しかもこれベベルドウエストにしてない、なので外側ダービーなんで、こうドレッシーにならないようにってことでスクエアウエストになってる。クラシックでかっこいいですね。ロゴもかっこいいですよね。かっこいいですね。飾らないというか今回マックスウェルが多いですね。多いですね。結構これロゴが好きで、変遷も面白いですもんね。どこのロゴが好きですか？ですね、好きなのジョージ・クレバリーとか結構好きですね。ビスポークの小さい、そうだそうです。このそうそう、草ですね。すごく控えめなジョージ・クレバリーロンドンって書いてあるだけみたいな。いいですよね。これとか。井上さんは？僕は今はないけどワイルドスミスっていうお店の別注のエドワード・グリーンとかがやっぱり好きですね。見たことないですね。そうかっこいいかなと思いますね。あとショップ別注系は面白いな。これもそっか、クレバリーですね。これですね。そうですこれです。ロゴをいろいろなんか写真で収集したりするのも楽しそうですよね。確かに。フォスターもやっぱりかっこいいなと思いますね。かっこいいですね。キツネか。フォスター、そうですね。キツネですね。ロゴはやっぱり意識しますか？自分のブランドで。そうですね。あとあれ好き、ブルックスのロゴ結構好きなんですよね。いいですね。ブルックスブラザーズのピールっていうところの、ピールの、昔のイギリスのビスポークメーカーのピールっていうのがあったんですけど、そこの商標を買い取った時の両方入ってるのがあるんですね。ややこしいのがブルックスブラザーズとピールがあってエドワード・グリーンが作ってるっていう靴がありますよね。そういうぐちゃぐちゃになってるやつね。かっこいいですね。あとあれも好きです。ポールセンスコーンのこう縦みたいになってる。わかります。ジャーミンストリートロンドンみたいに書いてある。いいですね。そうあの辺のイギリス系のは今もあるのこのイード&レイバンスクロフトのこれがすごい面白いのがロイヤルワラント、これがねワラント4つなんですよ。このあれですよね。このインソールももちろんかっこいいんだけど、サイドに英国王室御用達のスタンプが4つあるんですね。で今だからエリザベス女王も亡くなってしまったしどんどん今少なくなってると思うんですね。ただ4つあるっていう時代はすごい面白いんじゃないかなと。あとジョン・ロブ・ロンドンのビスポークもワラント2つついてますね、インストックに。2つとあと3つの時代もあります。3つもあるんですね。これが3つ時代ですね。黒に金っていうのがワラントの印がついてますね。
これはラッタンジ、シルバーのラッタンジのなんですけど、その山根デラックスさんっていう、別注なんですね。山根さんっていうのはその恵比寿ジーンズの創業者の山根さんが、はい、昔こうラッタンジとかで別注かけてたっていうので、すごい別注、コードバンのモデルとかあったりしてかっこいいのが多いんですね。これもすごい武骨でかっこいいですね。かっこいいですね。しかも、このステッチがすごい細かいですね。綺麗なダブルステッチ。好きですよね、好きっこのすね時代のいつぐらいなんですか？結構昔なんじゃないか、90年代ぐらいなんじゃないかなと思います。こういうのを作ってた頃のラッタンジなので、ノルベですね。ステッチもすごい細かいですよね。そうですね。5アイレって言ってたまた、ちょっと感覚が広めですもんね。で山根さんはその釣りのルアーのブランドもやってたりするので、そういうアウトドアっぽいのにもガンガン履くのに、なるほど、かっこいいんじゃないかなと。いや、まあ、かっこいいですね。これむしろ傷とか気にせずね、ガンガン履いてたらかっこいいですね。すごいかっこいいですね。トリッカーズ的に履くと素敵なんじゃないかな。ユージーンっていうと180のちょっと改造バージョンで、数年前に出たやつですね。そうですね。これウエストンがなんかユージーンゴルフとかっていうのを出してたこのスウェードでここギザギザのノルウィージャンみたいにやるっていうやつ。そうですね。でこれが180のちょっとカジュアルバージョンみたいな感じで、ギザギザがついてたり、ここがかぶせてあるのかな。かぶせもなので少しカジュアルなのと、180って少し足が小さめに見えるので、こういう風にどっしりしてくるとアウターとかコートとか着てる時とかにも合わせやすいかなとは。この定番モデルがありつつそれをいろいろいじっていくっていうのなんかいいですよね。こうメーカー結構やるじゃないですか。そうですね。ケンさんもどうですか？やりたいですね。フィリップとかも、フィリップ2っていうのはやっぱり超名作であるんですけど、フィリップ2ダービー、フィリップ2ダブルバックル、あとフィリップ2ローファーとかの派生モデルがあるので、あとウィリアムとか結構いろいろ何周年とかでありますね。いろいろことやるじゃないですか。はい。ああいうの面白いですよね。これがウィリアムのイヤーモデルですね。これはイヤーモデルですか？そうですね。その何周年で出されたやつの。これジョン・ロー・ウィリアムダブルモンクの超有名なモデルですけど、ここが姉妹革で作ってるんですね。そのイヤーモデルとして作られたやつですね。つまんでこう縫ってキャップに見せてて、全体パティーヌみたいなブリーチみたいな感じになってますね。そうですね。しかもここの内側の縫い目がこれそこでついでる感じですね。これシャドウステッチですね。こういうのやっぱりファンはそそられますよ。そうですね。でここがXXI で、21年なるほど21年の、イヤーモデルって感じ。感止めで年号を表現すると。復刻モデルですね。ジョン・ロブの最初の頃のエシュンとかパラブーツとか作ってた時代があるんですけど、これがウィリアムの92年の復刻したモデルですね。だ普通のウィリアムに比べるとちょっとカジュアルな感じで、ステッチもこの辺がこう走ってたり、パラブーツのウィリアムに近いような雰囲気。確かに。ただ革もいいし、すごい軽いんで実用性も高い。スポンジみたいなそうですね。コテージラインとかっていう、そうですね。そっちに近い感じです。でこれがさっきのイヤーモデルと同じで記念して復刻された感じですね。そうなんですね。これが緑とかで面白い。ハンターグリーンですか？ハンターグリーンですのゴルフですね。ハンターグリーンのウエストのハンターグリーンの色味ってめちゃくちゃかっこいいですよね。カーキ色に近いような感じ。そうですね。なんか日本人の方でもすごい合いそうな感じの緑で。これバーシュの金色の井上さんの私物ですね。お店で入っていくとお客さんちょっとびっくりしちゃうからディスプレイにしてるんですけど、以前お客様から買い取りさせていただいたやつ。そうなんですね。スター・ウォーズの金色のやつC3PO 感じですね。綺麗なでも金色ですよね。そうですね。プラチナみたいな感じなのかな。こ
これ履いてたのすごいですね。試しに履いてたらお客さんちょっとみたいな感じになったんで。これなんですか？それガット。あ、これ前見せていただきガットですね。そうその辺はねもうずっと、この辺は多分前見たかな。そうですね。この辺見せてもらいましたね。これベビーシューズ前シューホリックさんがやられてた靴の絵巻き。そうですね。靴、はい、子供靴の、はい。かわいい。手のひらサイズです。で子供靴なんだけどめちゃくちゃちゃんと作ってるっていう。そうですね。これビスポーク用の、ベビーカーフみたいなの使ってる感じですね。これいいですね。なんか飾りたくなりますね。結構お子さんにご注文いただいたりしてましたね。ちょっとここからは井上さんの特選コレクションなんですけど、はい、この靴はめちゃくちゃおすすめです。かっこいいですよね。これはバリントというモデルで東欧の靴ブランドですね。バリント珍しいですね。はい、なかなか現物初めて見ました。出回らないんですけど、特徴としてこれがウッドネイルというこの木の釘でこれ、縫われてるんじゃないな、底をつけられてるっていう感じなんですね。この点々の穴がそうで、ここウェルトがこうギザギザ跡ついてるんですけど、これ完全に飾りで縫ってなくて、はい、この本底から中底までこの木釘をぶち抜くことで固定するという、はい、なかなかこれをやってるブランドはないですね。統合靴の特徴ですよね。さっきのサンクリスピンでウエストだけやってましたけど、そうですね、ここだけはあるんですけど、前面っていうのはなかなかないですし、行ったことあります？ないですでもこれ思うのがよくこれで取れないんだなっていう。そうですね、なんか縫ってあったら取れないのも分かんないですけど、刺さってるだけじゃないですか。そうですね。この摩擦でしっかり取れないっていうのが不思議。木を多分少し膨張させるとか、そういうのがあるんじゃないかなとは。多分水分を含むと少し膨張するとか、だと思うんですよね。あと濡らした状態で打てば皮が締まってぐっと、そうですね、固定されるみたいなのあると思うんですけど、その手作り感をすごい感じますね。しかもアッパーはまず革質がすごい、革質いいですね。この黒の光り方がめちゃくちゃ綺麗ですね。なんかそんなに薄いっていう感じじゃないですけど、すごいしっかりした革で光沢感が素晴らしいです。でデザインも特徴的ですね。はい。あと履き心地もこれものすごいいいですね。さっきおっしゃってましたね。はい。インソールがかなり、見ても分かんないんですけど、ここの内踏まずのところがすごい盛り上がってるんですよね。バリントの靴は結構その履きやすさにもこだわってるのが特徴なので、見た目以外にもこういう良さがありますね。バリントってこれ既製靴なんですか？一応既製だと思いますね。サイズ表記もあるので、ただそのビスポークの方が有名ではあると思います。珍しいのがいろいろ本当にありますね。東靴は特にまだまだ面白いブランドがありますね。ここも普通のパーツがカッティングじゃなくて載せてますからね。載せてますね。一本こう帯みたいなパーツ載せて、地味に手間でここも載せてるし。ですよね。次がですね、これが一応エドワード・グリーンだと思うんですけど、このインソールにエドワード・グリーンって書いてあります。はい。ただこのライニングの表記はジョン・ロブのモデルで有名なダービーというモデルが、あったり、ソールのここの部分にうっすらなんですけどジョン・ロブの J とかの刻印がうっすらありますね。あとエドワード・グリーンの特徴として釘が3本3本3本っていうのがあるんですけど、その間に明らかに後で打った釘が追加されているという、ずれてるやつがありますけど、この靴がどういうことかというと、その1995年ぐらいにエドワード・グリーンの工場をジョン・ロブが買収したんですね。ちょうどその過渡期のモデル、過渡期に作られたモデルなのかなと思います。エドワード・グリーンの旧工場製っていうやつですよね。そうですね。それがジョン・ロブの手に渡る。そうですね。旧工場製だけどもジョン・ロブにちょっとなりかかってるみたいな感じ進化途中のモデルだから、そうですね。だから両方のロゴとかモデルがごっちゃになっちゃってる、ごっちゃになってるというなかなか珍しいモデルですね。年代的には90
5年ぐらいぐらいなんじゃないかな。ちょうどゴタゴタしてたんじゃないかなと思うんですけど、ただそのディティールだけじゃなくて革質もやっぱりこれそうですねいいですし、フォルムも綺麗ですよね。綺麗ですねうん、イギリ結ス構シャープな感じですね。そうですね。うん。こうやってジョン・ロブラス9046。いやこれはねダービーラストっていうのがあるんですけど、そっダービーラストちなのかな。2466の前にダービーラストっていうのがあるんですけど、はいだからこれがまあラスト名なのかモデル名なのかもあやふやというその時代を表す。そうですね。モデルですね昔は90年代こういうあやふやなアバウトなの結構あったので、そこを楽しむのもやっぱ靴の楽しみのめちゃくちゃマニアアックだけど、まあ、こういう靴とか車とかってそういうなんか時代も含めて、楽しむロマンみたいなところそうですね。ロママンですね。まさにそういうのが楽しみの一つですね、ちょっとこれは珍品ですね続いてはこちらです。これは珍しい革ですね、これはステファノ・ベーメルのビスポークの靴ですね、これ革がエキゾチックレザー珍しいんですけど、これは革は何ですか？これは亀なんですねウミガメですよね。ですね。だって亀のどのあたりの部分なのかちょっとわからないんですけど、まあ甲羅ではなくてその内側のそうですね、皮膚の、でもかなり大きく取れるんですね、亀ですね。でやっぱりこうやって見ると黒子ともやっぱり違うので、六角形、そうですね、六角形でもないけどこう、部分的石畳みたいな。にそうですね。黒子の方がもうちょっと四角いそうですのが、ね、と丸譜のところももっと丸いですね。そうですね。こういうカクカクしてない、やっぱり運動量とかなのかなとか思うんですけど、だからビスポークの靴はこういう面白い素材で遊ばれる方もいらっしゃいますね。これは、セファノ・ベーメルさんが生きてた頃。そうですね。オーナーさんがすごい仲良しな方で、革の魔術師と呼ばれたぐらい、そうですね。セファノ・ベーメルですからね。こういう面白い革を使ってたんですね。ですね。ただ今まで見たベーメルさんの中でも一番これ珍しい革なんじゃないかな部分的に使われてたりとか、あとお財布とかでは亀って見たことあるんですけど、これフルの亀なんで、フルの亀フルの亀ですね、これ、縫ってみたいですか？そうですね、縫ってみたいですね、大変なのかな。どうなんですかね、亀割と柔らかそうだから、ガルーシャみたいな感じではないから、縫えるとは思うんですけど、でもどういうふうにこの模様を使うかでかなり悩みそうでですね。これしっかり考えられてるんですね。はめ込みもいや本当にありがとうございました。今回もありがとうございました。2年ぶりに来て、いろいろまた変わった靴が見れて、もうめちゃくちゃ楽しかったです。ちょうど前回アップしていただいてからいろんなお客様検査の動画を見て来られる方がいてですね、それで靴が好きになったって方結構いらっしゃるんです。まあそこから泥沼にはまっている感じなんですけど、でも靴って楽しんでね、よかったらお気軽に遊びにお越しいただけたらなと思います。井上さん本当にお詳しいので、いろんな靴のことを教えてくださいますので、ぜひこの国立のシューホリックの店舗、予約制ですがご予約して訪れてみてください。めちゃくちゃおすすめですじゃあまたちょっといつかよろしくお願いします。あと一ついいですか？世界大会の優勝おめでとうございます。ちょっとささやかなんですけれども、こんなのいただけるとは、ありがとうございます。これがですね、国立のちょっと美味しいコーヒーなんでよかったらと思って、おめでとうございます。これからも頑張ってください。また何かありましたらいろいろと一緒にできたらと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。